年に一度の健康診断、毎年着々と増えていく体重。福井は3年間で8センチも成長したとは、これは信じたくなかった。去年は測り方が悪いのよ。そうそう、きっとそうなのって見て見ぬふりをしたけど、2年連続この数字だと現実から目を背けるわけにはいかない。ああ、どうしたものかな。とりあえず今日のおやつは我慢します。甘いもの好きとしては辛いんですけどね。丁寧に入れたコーヒーをゆっくり飲んで気持ちを落ち着かせよう。天高く馬こゆる秋。おいしいものがいっぱいの季節にダイエットですか？どうしましょうね。というわけでお肉をやめて高野豆腐にしました。高野豆腐はタンパク質が豊富で糖質は低め、ビタミンとミネラルが豊富、余分なコレステロールを減らして中性脂肪も下げてくれるらしいです。コスパも最高なんですよ。スーパーで高野豆腐の袋を手に取って、そんなにお安くないじゃないと思うかもしれないけど、そう感じるのはカチカチに乾燥して小さくなってるから。お水やお湯で戻すと大きく膨れて、こんなに大きくなるなら半分でよかったって反省するのは毎回のことです。そんなわけでいろんな料理に使いたいのだけど、高野豆腐の料理といえば煮物ぐらいしか思いつかない。そこでいろいろ試してみました。一番のおすすめはそぼろにしちゃうことです。高野豆腐の食感をどのぐらい残すかは大きさ次第。今回は細かくしてみます。このまま使ってもいいけど、味を染み込ませておくとなおさら美味しい。パサパサしがちだから油で炒めます。だし汁、白味噌、お砂糖、お醤油。これで下ごしらえは万全です。このままご飯にかければ美味しいそぼろご飯になりますよ。たくさん作っていろんな料理に使います。今日は麻婆豆腐、高野豆腐を絹ごし豆腐の代わりに使うというチャレンジングなことをしたこともあったけど、あれはちょっとね。お豆腐をさっと茹でてざるにあげたら、麻婆豆腐の素を作ろう。中華鍋に油をひいて豆板醤と生姜を炒めます。スープ、お酒、紹興酒があればその方が本格的ですけどね。お味噌にお砂糖、お豆腐を入れたら高野豆腐のそぼろも入れちゃいます。
みじん切りにしたニラとネギ、このあたりはお好みで加減してくださいね。煮立ったらごま油をたらり、仕上げに水溶き片栗粉、ひき肉を使ったとしか思えない出来栄えです。作り置きのひじきの煮物、ぬか漬けのきゅうり、トマトと卵のスープ。ダイエットにしてはご飯が多いですかね。でもこのぐらい食べないとすぐにお腹が空いちゃうんです。正直に言いますよ。食感はお肉そのものとは言えないけどかなり近い。そして何より美味しいです。これは紛れもなく麻婆豆腐です。気をつけるのは食事だけじゃないですよね。やっぱり体を動かさないと。涼しくなったことだし、夏の間サボってた庭の草むしりをします。その前に去年縫った庭仕事用のパンツの裾をなんとかしよう。裾がすぼまってた方が作業がしやすい。紐を通して調節できるようにコードストッパーをつけてみます。いい感じです。2週間前に植えたポーチュラカ、花が咲き始めましたよ。見事に雑草だらけの庭、頑張りましょう。草刈りは始めるまでは億劫だけど、やってるうちに気持ちがどんどん乗ってきます。何も考えずにひたすら草を刈る。すると庭がどんどんきれいになっていく。そんな当たり前のことが嬉しいんです。落ちてたムカゴも見つけました。おやつに食べます。1時間の草刈りで心も庭もすっきりしました。ダイエットしなくちゃと言うけど、60を過ぎたら若い頃みたいに無謀なことはできません。50代でも40代でも食べないダイエットはしない方がいいですね。でね、何をどう食べればいいのか勉強しましたよ。痩せてる方がかっこいいって思い込んでたけど、今の私はそんなことより健康の方が大切。健康だけが宝です。最後まで自立していきたいからフレイルにならないようにしないとね。そのためにはできるだけ筋肉を落とさないようにします。そう、体重を気にするより筋肉量を増やそう。質のいいタンパク質をちゃんと取らないといけません。そんな風に気持ちを入れ替えましたよ。手作りのおやつは小さめにしてやっぱり食べちゃう。
全粒粉入りのパン生地を仕込んでおきました。ふわふわの白いパンも大好きですけどね。一つのものにこだわらないでいろんなパンを食べるのは楽しいですよ。今日は2斤の食パンを焼いてカレーパンにします。食パンでカレーパンってちょっと分かりづらいですかね。ここで説明するより百聞は一見にしかず。後で作るから見ててくださいね。3等分したパン生地を長方形に伸ばして長い辺を三つ折りにしてくるくる丸めます。パンの表面がピーンと張るようにしっかり丸めてますよ。食パン型にきれいに3つ収まりました。秋だけど意外と早く発酵しましたね。180度のオーブンで30分ぐらい焼きますよ。オーブンからいい匂いがしてきました。美味しいものを食べるのと同じぐらい作ることも楽しいです。一晩お水につけておいた大豆を保温調理鍋で茹でました。半分は使って半分は冷凍しておきます。プロテインカレーを作ります。かっこつけて英語の名前をつけてみたけど、タンパク質重視のカレーという意味です。今回は高野豆腐のひき肉じゃなくて本物のお肉を使いますよ。市販のひき肉は脂身が多いから赤身のお肉をフードプロセッサーでひき肉にします。大豆はたっぷり。カロリーの高いカレールーはやめにして手持ちの調味料とスパイスで味付けです。スープを入れたら自動調理鍋にお任せして楽しちゃいましょう。カレーができるまで30分、かぼちゃのサラダを作ります。蒸したかぼちゃを保存容器に入れて潰します。くるみ、レーズン、ヨーグルト、砂糖も塩も入れないけど結構おいしいんですよ。食べきれない分はこの容器のまま蓋をして自動的に作り置きになる。そんな風にして1日1品ずつ作った作り置きが
日々のおかずになってます。よし、美味しいカレーができた。ではカレーパンを作りましょう。スライスした食パンにカレーをのせて、もう1枚の食パンでサンドする。程よい大きさの丸い器でギュッと押しますよ。ね、ほら、丸くて可愛いパンになりましたよ。溶き卵、オリーブオイルをまぶしたパン粉、揚げ物の要領で衣をつけます。油で揚げるのかと思いきや、必殺ノンフライヤートースターの出番です。揚げない揚げ物なんて物足りないと思ってませんか？そんなことはないんです。いただきます。油っぽくないのに揚げ物のサクサク感が味わえて、むしろこっちの方が食べやすい美味しいカレーパンなんです。刈り込んだバジルから新しい葉が出てきました。秋だからそろそろ何か植えましょう。来年の健康診断はどうなるでしょうね。まあ気にしすぎずに、ちゃんと食べてちゃんと動くようにしましょうか。